前回のあらすじ、LC での吹っ飛び対策を考えた。普通なブレーキでは LC の前に減速するためスピードがもったいないと思った。LC の頂上でブレーキをかければ減速が最小で済むと思った。変調新車足を回収して電動ブレーキをつけた。理想の動きはこれ、現実はこうなった。前回の考察ではブレーキの持ち上がりで逆に吹っ飛びやすくなったと考えて、このブレーキ方法をやめることにしましたが、マシン自体の改良点を試したくなったのでもう少し検証します。前回のブレーキはとにかく効きが悪かったです。原因を挙げます。いい感じの結果を出した変調新車足をベースにしたため、ブレーキを張るステーの幅も狭くしていました。ブレーキの接地面がほとんどなくて減速が弱くなりました。リアブレーキかつフロント駆動にしたことで、ブレーキをかけてもタイヤが地面をかけていました。ブレーキは地面に押し付けて減速させますが、ブレーキのあるリアが軽かったので押し付けが弱かったです。以上を改良して吹っ飛ばないくらいブレーキを効かせます。問題点への対策案はこんな感じです。早速モデリングします。シャーシをワイドにします。重量物をリアに寄せます。フロントはカーボンプレートで組みます。ブレーキステーもワイドにします。モデリング完了です。シャーシを印刷しました。いい感じに調整しました。シャーシ単体の重量チェック 16.1g。 フロント部抜きですが意外と重いです。ブレーキステーを印刷しました。印刷の都合で分割しています。中は空洞になっています。鉄芯を入れて強度を出します。ブレーキステーを仮組みします。鉄芯を切って長さを合わせるために印をつけます。仮組みを崩します。印に合わせて切ります。いい感じの長さになりました。接着剤のノリが良くなるように足付けします。足付けました。ブルー塗り塗り、ブレーキステーを組み立てます。これでブレーキステーが完成しました。台紙から剥がして、ブレーキステーに 1mm のブレーキを貼ります。ブレーキが完成しました。モーターの蓋を印刷しました。裏側にモーターとつなぐ電極をつけます。銅板を巻きます。切ります。ハンダのノリを良くするために足付けします。銅板にハンダを乗せます。銅線をハンダ付けします。ピンソケットにハンダを乗せます。銅線をハンダ付けします。銅線保護のためにグルーガンで固めます。熱伸縮チューブをかぶせます。熱して縮めます。モーターと接続する電極パッツが完成しました。電極の取り付け面にスポンジを貼ります。電極を貼り付けます。モーターの蓋パッツが完成しました。マイコンの上面側に立つようにピンヘッダーをハンダ付けします。フラックスをかけます。ハンダ付けします。この一気にやるの好き。マイコンにピンがつきました。すべてのパッツが揃ったので組み立てます。モーターを取り付けます。蓋を取り付けます。固定します。シャフトを差し込みます。クラウンギアを差し込みます。スペーサーを差し込みます。ホイールを取り付けます。グリス塗り塗り、サイドカーボンプレートを取り付けます。固定します。プレートジョイントを取り付けます。ローラーホイールを取り付けます。固定します。フロントローラーカーボンステーを取り付けます。固定します。裏返します。スイッチを取り付けます。表返します。サーボにブレーキステーを取り付けます。サーボを取り付けます。サーボ蓋を取り付けます。固定します。バッテリーを取り付けます。マイコンを取り付けます。ジャンクションピンを取り付けます。サーボケーブルを接続します。スイッチケーブルを接続します。バッテリーを取り付けます。リアローラーを取り付けます。フロントローラースラストチップを取り付けます。フロントローラーを取り付けます。固定します。できました。リアウェイトワイドブレーキシャーシ。名前はルビックです。ワイドでロングでグッドです。動作を確認します。スイッチが押されるとブレーキが作動します。今回もスマートフォンからブレーキ動作のセッティングができます。動作確認用として遠隔でブレーキをオンにしています。ブレーキが作動すると LED が緑から青になります。動作スピードが間に合うかチェック。前回のマシンで LC の頂上までかかる時間を調べます。0.12 秒。LED が青になってからブレーキが床に接触するまでの時間は 0.05 秒。つまり最短でここら辺からはブレーキをかけ始められるということです。いい感じですね。早速棒。すごい音した。掃除をした後に緩衝材を置き忘れていました。もちろん折れた。ありです。改良したかったので改良します。サイドプレートがうまく固定しないと平行にならないです。マイコンのハンダ付けしたピンが出ているので、置くと斜めります。モーターとサーボ付近の変形が気になります。ということで、改良シャーシです。リアローラーステーもカーボンにしました。サイドステーは土台をつけて1出ししました。ピンが当たる箇所をへこませて、いい感じにしました。モーターとサーボの間に太めの柱をつけました。変形を軽減します。忘れてた重量チェック。101g。意外と重いな。忘れてた平面速度チェック。1.98 秒。意外と速いな。それでは5。惜しい。もう一丁。ドーン。ブレーキが動作しているかチェック。 LED が青色になっていれば動作しているということです。緑色ですね。動作していないようです。さっきの光ったやつは動作していましたか？動作していなかったので偶然でした。手動で確認します。スイッチがオンになっていないですね。今回はフロントが軽いのでスイッチを押すパワーが逃げているようです。押し付けると反応はします。スイッチの角度を少し斜めにしました。ほぼ固めのビニールテープからマスキングテープにしました。5。
あれ、スラスト抜けが起きていました。プレート固定方法の変更とスラスト角調整で対策しました。5。ドーン、びっくり。ブレーキ暴発。ここの暴発、減速で LC 通過。ドーン、ブレーキチェック。動作はしていたようです。効きが弱いのでブレーキの改善が必要です。その前にスイッチの安定感をどうにかします。スイッチを当たりやすくしないと坂で押されませんが、コースの継ぎ目でも押されてしまいます。スイッチを改造します。中身を取り出します。このペコペコ板がバネになっていて硬いです。ペコらないように逆さで取り付けます。スイッチの押す部分の底面を鳴らします。底面が平らになりました。スポンジでごまかしが効くようにします。組み立てました。動作確認をしましたが動きが悪かったです。専用スイッチを作ります。鉄芯を入れます。鉄芯を切るために印をつけます。鉄芯を切ります。スイッチレスを取り付けます。スイッチ可動部にスポンジを貼り付けます。その上からアルミテープを貼り付けます。導通テスト、電気が通ると音が鳴ります。問題なく電気が通っています。スイッチが押されるとネジ同士がつながって電気を通すようになります。導通テスト。なんか電気通るんですけど。ミスった。あ、電気通しますじゃん。私がバカーモンでした。グッドです。坂ではこんな感じにスイッチが押されます。鉄芯に蓋をします。ネジに導線を固定します。動作チェック。キリキリグッドです。5。誤作動が多いです。坂で毎回動作しているので悪くはないです。バネがないので振動でスイッチが押されてしまいます。細く切ったスポンジをスイッチに貼りました。これでスイッチを押すのに力が必要になりました。5。スイッチチェック。押されていますね。スロー。ブレーキで押し上げられていますね。前回転していないので重心を持ち上げる考えは良かったです。ブレーキもがっつり動作しています。ブレーキの押し上げを弱くぶっ飛びました。ぶっ壊しました。ネジ穴ごと持ってかれました。フロントとリアユニットを分離して改良シャシです。乗せ替えがだいぶ楽になりました。サラネジをやめました。ブレーキの効きを強くしました。ドーン。最終兵器の耐震マットブレーキです。これで無理なら諦めがつきます。スイッチ効いてないドン。スイッチ効いてないドン。位置変更。いい感じ。やっぱりスイッチ効いてないドン。スポンジ調整後。変わらずスポンジ抜いた。めちゃ止まる。耐震マットのブレーキ性能はやはりグッドです。連続でブレーキが動かないように待ち時間を入れているのでここは問題ないです。さらにスポンジ調整。スイッチチェック。このタイミングでこれはマジできつい。フロントに弱いブレーキを貼ってスイッチが滑らないようにします。5。スイッチが効いていません。もう一踏ん張りしましょう。前方から強く押してもスイッチが反応しなくなっていました。鉄芯の固定を剥ぎます。鉄芯を抜きます。スイッチはネジが当たるところがへこんでいました。距離が離れて反応が鈍くなっていたのか。修正しました。スポンジとアルミテープを貼り替えました。ネジにワッシャーをかませて距離を近づけました。折れたステを付け替えました。動作チェック。前方から押しても反応するようになりました。そして振動には反応しないです。よかったです。LC 一発目。しっかりとブレーキがかかっています。LC 二発目。またスイッチ効いてないんですけど。改良しました。軸をスイッチから離してテコを味方にします。スイッチチェック。いい感じ。誤作動チェック。グッド。スロー。LC 一発目。しっかりブレーキが効いています。LC 二発目。スイッチは押されています。ブレーキの効きが足りていないです。ブレーキの飛び出しを強く。スロー。
LC の頂上までブレーキが当たっていますが、減速はしきれていないです。最新マットでの効果を知りたかったので検証できてよかったです。今回はここで終わりです。LC ブレーキが構造的に厳しいことがはっきりしたので、悪くはなかったです。本当はこの機構で別の検証をしたかったのですが、サーボの性能不足でできなかったのでそこは心残りです。スイッチに悩まされて改善が進んだのでそこを活かしたいと思います。シャーシをパッツで分割したのも破損に強くてよかったですね。今回はいろいろと想定内が起きて予想より時間がかかりましたが、次回つまずきにくくなったのでグッドです。それではまた、のし。